2025年8月、アメリカ、モンタナ州の深い山中にあるキャンプ場で、ある出来事が起きた。その記録が後に全米を震撼させることになるとは、当時、誰一人として想像していなかった。午前3時、静寂に包まれた森の中で、テントの中にいたハイカーたちは突然、奇妙な声に目を覚ました。風ではない。動物でもない。それは明らかに、人間の声だった。しかも、その声は特定の人物の名前を、繰り返し呼んでいたのだ。一度や二度ではなかった。翌日も、その翌日も、同じ時刻に、同じ声が聞こえてきた。ハイカーの一人がとっさにスマートフォンで録音したその音声ファイルは、後に警察へ提出され、専門家による詳細な分析が行われることになる。そして捜査が進む中で、誰も予期しなかった事実が浮かび上がってきた。この声と、30年前にこの地域で起きた未解決の失踪事件との間に、確かなつながりが存在していたのだ。被害者の家族が長年抱え続けてきた疑問、隠され続けてきた真実、そして現場に残された証拠、それらすべてが、一つの恐ろしい答えへと収束していく。一体、あの夜の声の正体は何だったのか、なぜ、同じ名前だけが繰り返し呼ばれていたのか、その答えを知るためには、まずこの事件の中心にいた、ある一人の人物の日常から振り返らなければならない。彼女の名前は、エミリー・コールズ。当時32歳、モンタナ州の小さな町、グレイシャー近郊に暮らす。どこにでもいる普通の女性だった。朝は決まって6時に起きる。コーヒーを一杯、窓の外の山並みを眺めながら飲む。それが彼女の毎日のルーティンだった。仕事は地元の小学校で働く図書館司書。子供たちに本を手渡す。穏やかな日々を送っていた。友人たちの間では、エミリーといえば、アウトドア好き、で知られていた。週末になると必ずと言っていいほど、山へ出かけた。テントを張り、焚き火を囲み、夜空の星を眺める。それが彼女にとって、何よりの癒しだった。2025年9月のある朝も、いつもと変わらない一日のように始まった。彼女はリュックサックに食料と寝袋を詰め込み、単独でキャンプへ向かう準備をしていた。行き先は、グレイシャー国立公園の外苑に広がる、人気の少ない山岳キャンプ場。そこは彼女が何度も訪れた、お気に入りの場所だった。出発前、彼女は母親へ短いメッセージを送った。明後日には帰る。心配しないで。その一言が、母親が娘から受け取った最後の言葉になるとは、この時誰も思っていなかった。車に乗り込む直前、彼女は一度だけ振り返った。玄関先に置かれた古びた鉢植えの花を見つめ、小さく微笑んだ。その表情が、後に防犯カメラの映像として世間に広まることになる。平和な一日の始まりだった。しかしその夜、彼女を待ち受けていたのは、誰も想像し得ない出来事だった。その夜、キャンプ場には静寂が広がっていた。2025年9月、アメリカ、モンタナ州の山岳地帯にある国立公園のキャンプ場。標高およそ1800メートル。周囲には深い森が広がり、最寄りの町まで来るまで2時間以上かかる場所だ。ハイカーたちのグループ、合計4名がテントを張ったのは、その日の夕方6時頃だった。焚き火を囲み、食事をとり、午後11時には全員が眠りについた。何も、おかしなことはなかった。異変が起きたのは、深夜3時をわずかに過ぎた頃だ。グループの一人、32歳のジェイソンが目を覚ました。最初は獣の鳴き声かと思った。しかしすぐに気づいた。それは声だった。人間の声だった。さら、さら、低く、かすれた声が、森の奥から繰り返し聞こえてくる。ジェイソンはテントの中で息を飲んだ。さら、それは彼のグループに、その名前の人間はいない。では、誰に向けて呼んでいるのか。彼はすぐに仲間を揺り起こした。全員がその声を確認した。声は止まらなかった。一定のリズムで、同じ名前を繰り返している。メンバーの一人がスマートフォンで録音を開始した。震える手で、暗闇の中、マイクを森の方向へ向けた。録音された音声は後に専門家の分析にかけられることになる。その結果が示したのは、驚くべき事実だった。声の主は生身の人間ではない可能性が高い、というものだった。しかし、それ以上に衝撃的だったのは、その名前の持ち主が誰なのかが判明した瞬間だ。30年前、この森で忽然と姿を消した少女。その名前と、
完全に一致していた。翌朝、ジェイソンたちは直ちに警察へ通報した。捜査が静かに幕を開けようとしていた。捜査が始まった。2025年、モンタナ州警察は、キャンプ場での不審な音声に関する通報を受理した。担当したのは、ベテラン刑事のマイケル・ハリス。彼はまず、ジェイソンたちが録音した音声ファイルを精密に分析するよう、専門機関に依頼した。数日後、鑑定結果が届いた。音声は、自然音でも機械音でもない。しかし、生身の人間が発したものとも断定できない。周波数の揺れが、通常の人間の聖域から外れていた。専門家たちは首をひねった。これほど奇妙な音声記録は、見たことがないと口を揃えた。一方で、捜査本部は別の方向からも動いていた。その名前、エミリー、データベースを照合した結果、一件の未解決記録がヒットした。1995年、同じ森で行方不明になった少女。名前は、エミリー・コールマン。当時、わずか9歳だった。捜査員たちは沈黙した。30年前の失踪事件が、突然、現在の事案と線で繋がった瞬間だった。エミリーの母親、マーガレットは今も存命で、郊外の小さな町に暮らしていた。彼女はこの知らせを受け、震える声でこう言った。あの子は、まだあの森にいるんです。と、捜査官たちはキャンプ場周辺を再び封鎖し、地道な聞き込みを開始した。そして、最初の重要参考人が浮かび上がった。キャンプ場の管理人として、30年以上同じ場所に勤め続ける老人。彼の名は、レオン・ウィリス。奇妙なことに、彼にはあの夜、確認できないアリバイがあった。レオン・ウィリスという名の老人は、30年以上このキャンプ場を守り続けてきた。地元では、森の番人、とも呼ばれる、無口で実直な人物だ。しかし捜査官たちが彼に話を聞こうとした瞬間、空気が変わった。あの夜、午前3時前後、あなたはどこにいましたか？老人はすぐには答えなかった。長い沈黙の後、絞り出すように言った。小屋にいた。ずっと一人で、眠れなかった。と、証人はいない。防犯カメラも、管理棟の裏側には設置されていなかった。アリバイの確認は、事実上不可能だった。捜査官たちは彼の過去を洗い始めた。すると、一つの記録が浮かび上がった。1995年、12歳の少年が失踪した当時、レオンはすでにこのキャンプ場で働いていた。しかも、彼は失踪当日、現場にいた数少ない大人の一人だったのだ。さらに驚くべき事実があった。失踪した少年の名前は、ジェイク。そして今も深夜に繰り返される声が呼び続けている名前も、また、ジェイク、だった。偶然とは、思えなかった。捜査官が再度、レオンに問いただした。あの子のことを、知っていましたか？と、老人の目が、わずかに揺れた。長い間、誰も気づかなかった。いや、気づかないふりをしていたのかもしれない。30年という歳月は、真実を埋めるには十分すぎる時間だ。しかしその沈黙は、今まさに崩れ始めていた。レオンが口を開いたのは、翌朝のことだった。そしてその言葉は、捜査の流れを根底から変えることになる。レオンが口を開いたのは、翌朝の6時を過ぎた頃だった。取り調べ室の空気は冷えていた。老人は長い時間、テーブルの一点を見つめていた。そして、ようやく言葉を絞り出した。あの子は、一人じゃなかった。捜査官たちは息を飲んだ。30年前の失踪事件。被害者のエマは、単独でキャンプ場に来たとされていた。それが、公式の記録だった。しかし、レオンの証言は違った。もう一人、いたんだ。男だった。エマのことをよく知っている様子だった。捜査官が問い返した。その男の顔を、覚えていますか？レオンはゆっくりとうなずいた。その瞬間、捜査の構図が静かに、しかし確実に変わり始めた。問題は、なぜ30年もの間、この証言が表に出なかったのか、ということだ。レオンは当時、警察に事情を聞かれていた。記録にも名前が残っている。しかし、その証言内容は驚くほど薄かった。何も見ていない。たった一行だった。誰かが、証言を書き換えていたのか、それとも、レオンが自ら黙ることを選んだのか。捜査チームが古い調書を掘り起こしたとき、一枚のページが差し替えられていることに気づいた。インクの色が、わずかに違っていた。
筆跡も微妙にずれていた。30年前の捜査記録に誰かが手を加えていた。それは内部からしかできないことだった。第2の疑惑が今まさに浮かび上がろうとしていた。そしてその影はレオンだけではなくもう一人の人物へと伸びていた。30年前の調書に手が加えられていた。それが明らかになった瞬間、捜査チームの空気が変わった。誰もが同じことを考えていた。内部の人間が関わっている。と、IMG、古びた捜査ファイル、差し替えられたページのクローズアップ、蛍光灯の冷たい光、問題のページが差し替えられた時期を鑑識が割り出した。1995年、被害者の失踪からわずか3ヶ月後のことだった。その時期に記録を扱える立場にいた人物。それは当時の担当捜査官だった。名前はダグラス・ハート。現在72歳。引退後はモンタナ州の小さな町に住んでいた。そしてその町は30年前に少女が失踪したキャンプ場から車でわずか15分の距離だった。偶然とは思えなかった。捜査チームはハートの過去を洗い直した。すると驚くべき事実が浮かび上がった。失踪した少女の家族とハートは個人的な接点を持っていた。少女の父親とかつて同じ職場で働いていたのだ。IMG、古い職員名簿、2つの名前に赤丸、薄暗いオフィスの背景、それだけではない。少女が失踪した夜、ハートは非番だった。しかし彼のパトカーの走行記録には、その夜、キャンプ場付近を通過した形跡が残っていた。記録は隠されていたが、消しきれていなかった。レオンは、声を封じられた被害者だったのかもしれない。しかしハートは、その事実を知りながら、30年間沈黙を守り続けた人物だった。二人の間には、必ず接点がある。捜査官たちはそう確信した。そしてその接点をたどった時、事件の核心が、ついに姿を現そうとしていた。レオンとハートの間にある接点、それをつかむために、捜査官たちはあらゆる記録を掘り起こした。そしてついに、1枚の古い写真が見つかった。1995年、モンタナ州の小さな山小屋の前で、2人の男が肩を並べて立っている。1人はまだ若いハート、そしてもう1人は、失踪したとされるレオンだった。2人は、知り合いではなかった。そう言われていた。しかし写真は、それが嘘だったことを静かに告げていた。山小屋は、キャンプ場からわずか300メートルの場所に立っていた。そこは今も、誰にも知られていない場所として、地図に載っていない。捜査官たちは山小屋に踏み込んだ。扉は古びていたが、鍵はかかっていなかった。中に入った瞬間、全員が息を飲んだ。壁には、何かが刻み込まれていた。数字と、繰り返される名前。そしてその名前は、キャンプ場で録音された声が呼び続けていたものと、完全に一致していた。ハートは、レオンを守ろうとしていたのではない。ハート自身が、その夜の当事者だったのだ。30年前、その場所で何かが起きた。そしてレオンは、それを知っていたがゆえに、声を奪われた。しかしもう一つの疑問が残った。では、あの夜キャンプ場に響いた声は、一体誰のものだったのか。生きている者の声ではないと、音声解析の専門家は断言した。ならば、あの声はどこから来たのか、そしてなぜ、今この時代に、再び鳴り響いたのか。すべての答えは、次の扉の向こうに待っていた。すべての答えは、一冊の古びたノートの中にあった。レオンの遺品を整理した娘が発見したそのノートには、30年分の記録が綴られていた。日付、場所、そして名前、何度も何度も、繰り返し書かれた。同じ名前が、それはエリーという少女の名前だった。1995年の夏、モンタナ州のそのキャンプ場で、一人の少女が忽然と姿を消した。当時7歳、遺体は発見されず、事件は未解決のまま封印された。レオンは当時、現場近くにいた唯一の証人だった。彼は何かを見ていた。しかし語らなかった。30年間、ただ沈黙を守り続けた。警察は改めて捜査を開始した。音声ファイルの解析結果と、ノートの記録を照合した結果、驚くべき事実が浮かび上がった。あの夜キャンプ場に響いた声は、音声再生装置によって人工的に流されたものだった。発信源は、キャンプ場から300メートル離れた森の中に仕掛けられた、小型のスピーカーだった。誰かが意図的に、あの声を鳴らしていた。
装置を仕掛けた人物の特定には至らなかった。しかし装置の内部には、1枚の写真が残されていた。7歳の少女と、老いた男が並んで微笑む、色あせた1枚の写真が、2026年3月、警察はこの事件を正式に再捜査案件として登録した。30年越しの真実を求める声は、今もこの地に静かに響いている。エリーはどこへ消えたのか、レオンは何を知っていたのか、そして装置を仕掛けた者は何を伝えたかったのか、答えはまだ完全には出ていない。ただ一つだけ確かなことがある。あの夜の声は忘れられた命の叫びだったということだ。エリーはまだ見つかっていない。2026年3月に再捜査が正式に始まってから2ヶ月が経った。捜査当局は新たな証拠の分析を続けている。しかし、彼女の消息を知る者は今も名乗り出ていない。装置を仕掛けた人物は翌月に任意同行に応じた。その人物は語った。誰かに覚えていてほしかった。と、30年間誰にも信じてもらえなかった記憶を声に変えて森に放ったのだと。レオンの日記は現在も解析中だ。記された言葉の多くは風化によって判読が難しい状態にある。それでも専門家たちは一文字ずつ丁寧に拾い集めている。あの夜、キャンプ場に響いた声はもう聞こえない。だが、その声が問いかけたものは静かにこの地に残り続けている。忘れられた命は忘れてはならない。それだけが今もここに立つ理由だ。